ラベル入門の投稿機能を作っていく動画を撮りたいと思います。目標はこちらです。ちょっとちっちゃくてすいません。投稿ページの作成、タイトル、内容、どのユーザーが投稿したかっていうのがわかるようにデータベースに保存。トップページに投稿の一覧。で、投稿の詳細ページを作るという感じです。デザインに関しては CSS 全く書かない予定です。CSS は、クラス書いてスタイル当てるって感じで、各々好きなレイアウトにしていただければいいと思うので、今回ははしょります。前提です。前回の環境構築のところから始めます。今、画面に前回の動画貼られていると思いますが、編集担当の人が多分これで貼ってくれると思います。僕が編集するんですけど、フロントエンドはブレイドでやります。テーブル設計なんですけど、このようなテーブルでやりたいと思います。ポストテーブルっていうのを作って、そこにユーザー ID、タイトル、で内容、でタイムスタンプをつけていきます。この動画は以上の流れでやっていきたいと思います。ですね、前回環境構築終わってるとこういう画面になったところからスタートになるんですけど、まずはですね、ユーザーの登録とか、そういうのを、コマンドで一発で登録作ることができます。で、それがですね、ララベルのブリーズというやつを今回使っていこうと思うので、ブリーズをインストールするコマンドを打ちます。で、もうすでにユーザーの認証とか、ログインとか、登録、そういったものが完成してるっていう人は、このコマンド打たなくて大丈夫です。はい、ということで、インストールが完成しました。コマンド打ったやつは右下に表示しておきます。この2つ目のコマンドを打ったときに選択肢が3回出てきたんですけど、適当に選びました。上から一番上のものをポンポンポンって選んでます。で、このコマンド完了するとどうなるかというと、右上の方になんかこういうリンク、ログインとかレジスターとかできます。で、ここからユーザーの登録できると思います。じゃあ登録してみますか。もしテーブルが見つからないとか、なんかそういうのが出てきたら、マイグレーションというのを打たなきゃいけないようになってますんで、前回の動画から進んでると、このマイグレーションはもうすでに打った状態なんですけど、このマイグレーションを打たないと、ユーザーズテーブル自体がないので、登録できない可能性があります。登録すると、こんな感じで登録されます。データベースを見ると、このように、今登録したユーザーがいることが確認できます。そしたらですね、今回はダッシュボードのところにしようか。どうしよう。ここに一覧を表示にして、ここに一覧を表示にして、投稿ページは別途作ると。で、詳細ページも別途作るという感じでいきたいと思います。そしたらですね、まず最初に投稿ページを作りましょう。
web.php というのを開きます。で、web.php を開いたら、こんな感じでいっぱい表示がされてます。web.php はどこにあるかっていうと、ルーツっていうところの web.php です。で、今回作るのはポストなので、PHP アーチザンメイクコントローラーポストコントローラー、このコマンドを打ちます。はい、このコマンドを打つとですね、この app http コントローラーズのところにポストコントローラーというのが新しく出来上がってるはずです。なので、ここにですね、投稿ページなので create という関数を追加して、return view で、この中には、ファイルどこに書きますかっていうのが書かなきゃいけないので、ポストの create と書きましょうかね。対応したところにファイルを作るので、Resources Views のところにポストというフォルダを作って、create.blade.php というファイルを作ります。そしたら web.php に戻っていただいて、そしたらプロフィールコントローラーのところをまるっとコピペしてください。コピーしたところをポストコントローラーと書き換えてください。ここを追加してます。16行目くらいのゲットのところをコピペして書き換えます。今のやり方は、シフト、オプション、上で選択中の行のコピペを上に追加することができます。これは Mac のやり方なので、Windows だと他のやり方になると思います。で、ここをポストクリエイトに書き換えます。ポストコントローラークリエイト、これは関数名です。で、ポストドットクリエイトと書きます。いかがでしょうか。一旦ここまで落ち着いて見直していただきながらやっていただくと、URL にポストクリエイトって入力すると空のページが表示されると思います。ブレードファイルに適当に書いて画面更新して表示されれば OK だと思います。それではですね、ここまで進んだ方は右下にですね、チャンネル登録というボタンがありますので、そこをポチッとですね、押していただいて、ポチッと気前よくワンクリックで押していただいてですね、次にお進みください。チャンネル登録が済んだら、create.blade.php にフォームを作っていきたいと思います。タイトルと内容が入力できるところと、送信するボタン、この3つを書いていきます。もうこんな感じで
入力するところに関しては完成でいいんじゃないでしょうか。CSS はですね、適当に後でつけていただければ良いかと思います。そしたらですね、表示はできましたので、データベースを用意したいと思います。データベースはですね、右下のこのテーブル設計を元に作ってまいります。コマンドでマイグレーションファイルというのを作ります。マイグレーションファイルを作るためのコマンドっていうのは php artisan make migration で続きに作りたいファイル名を書いていきます。今回は create _posts _table と書いております。で、ここのファイル名をしっかり命名規則に従って書くことで、わかりやすいのと、あと、マイグレーションファイルに記述が勝手に書かれてくれております。今回はポストテーブルという名前で作るので、こういう書き方になっております。実行するとですね、画面に出ている場所に新しいファイルが追加されております。データベースマイグレーションズのところに新しいファイルが追加されております。これを開くと、ポスツっていうところがもうあらかじめ書かれている状態になります。これは先ほどのファイル名をちゃんと用意された形で書いてあるから、この記述が最初からされているというところなので、ファイル名のところをどうやって書くかっていうのは検索で調べて書くのがいいんじゃないかと思います。そしたらですね、右下のポストテーブルの設計通りに書いていきます。ユーザー ID というカラム、タイトルというカラム、コンテントというカラムを作って、タイムスタンプスっていうのは最初から書いてありましたね。コンテントのところ、これは文字数をある程度許容できる数を増やしておかないと内容増やせなかったりするので、もともとが256文字しか書けないような設定になってるんで、このように1000文字に変えたりとかできます。今回は1000文字までという感じでやっておきたいと思います。この下にあるタイムスタンプスっていうのは、これを書くと created アンダーバーアットとアップデーテッドアンダーバーアットが追加されます。これは特に理由がない限りは残しておいておいて良い記述となっております。そしたらコマンドで実行します。php artisan migrate。そしたらですね、実行が完了しました。早速ですね、中身を見ていきましょう。PHPMyAdmin の画面を更新すると、このようにポストテーブルっていうのが完成したのがわかります。これで OK です。そしたらですね、投稿の保存をするためにルーティングを追加します。web.php を開いて、ルートのところをここポストにしてください。で、ポストの1個目がポスト、スラッシュポストにして、ここをストアにして、で、ポストドットストアにしたいと思います。
で、セーブをして、コントローラーにストアという関数を追加します。ストアという関数を追加しました。で、ここのリクエスト、ドルリクエストというのを書いてるんですけど、この左側のリクエストっていうのはここでユースしてるクラスを使っております。で、その結果、このドルリクエストっていうものが使えるようになります。で、このドルリクエストには、ポストされた情報、ユーザーがフォームをクリックしてポストした情報っていうのがいろいろ入ってくるというのがこのドルリクエストになってるんですけれども、例えばタイトルはドルリクエストのタイトル、コンテントはドルリクエストのコンテントというように情報が入っているという感じになります。フォームの内容以外にも、ドルリクエストにはいろんな情報が入っているので、使いたければ使ったりとかできるような感じにはなってるんですけど、今回はこの2つを使う必要があります。そしたらですね、一旦情報が来てるかどうか、そのタイトルがちゃんと来てるかどうかっていうのを確認していきましょう。dd っていうのをですね、書いていただいて、一旦ここでコントローラーの処理は書くのは終わりにしたいと思います。dd っていうのは、後で見ればわかるんですけど、後で出力されるんですけど、デバッグ用の関数で、ここで処理を止めつつ画面に出すっていうのが、dd となります。そしたら、ですね。ここか。create.blade.php 戻っていただいて、ここにアクションイコールポストドットストアと、まず書きます。アクションイコールダブルコーテーションで囲って、波括弧2つを囲むと。波括弧2つを囲ったらルート、このように書くと。で、メソアウチ、メソッドポスト。はい。このように書いてください。ちなみにこのルートの中のこのポストドットストアっていうのは、この web.php に書いたネームのところ、このポストドットストアを使っています。このように書くと、スラッシュポストっていうルーティングにつながるようにできております。要するに動的に変わるってことですね。例えば、ここを、あとかになったら、に変わってくれるっていう感じです。動的にやってくれるっていうのが、このネームっていうのと、ルートっていう関数の、からくりというか、出力結果という感じです。はい。そしたらですね、画面を更新して適当に入力しますか。いい。はい。で、送信すると419エラー出ましたね。失礼しました。ここに、CSRF 書いてみますか。いい。はい。このように出ました。いいっていうのが出たんで、これ逆がなんか出てますね。はい。
タイトルとタイトルになってたので、ここをコンテントに変えます。はい、失礼いたしました。このようにですね、デバッグすることによって自分が間違っていたとか、そういうのがわかるようになります。で、タイトルがあーが入ったので OK ですね。で、そしたら入力された情報っていうのがうまくコントローラーの方に来ていることが分かりましたので、あとは保存するだけというところでございます。そしたら、モデルというものを作っていきましょう。php artisan make モデルポスト。はい。このコマンドを打つと、今下の方に出たように、ここにファイルができます。app モデルズポスト。ここにモデルができております。今回はできているだけで OK です。で、コントローラーに戻っていただいて、今作ったモデルのクラスをユースしてあげて、ストアの関数の中にいろいろ書いていきましょう。はい、OK でしょうか。ですね。これが保存する処理を書いた行になります。新しいものを作りますよっていうのを準備してあげて、タイトルっていうカラムにはドルタイトル。ドルタイトルはここですね。で同じようにコンテントというカラムにはドルコンテント。ここで取得したやつですね。それを入れてセーブしますよということが書かれております。いろんな書き方ありますけど、これが一番簡単な書き方です。そしたら押してみますか。はい。と言ったらですね、user ID doesn't have a default value ということでエラーが出てしまいました。user ID カラムがどうのこうのという話なんですけど、先ほどマイグレーションファイル作った時に、書いた内容っていうのが、空だとダメですよ。何かしら中身がないとダメですよっていうのが、エラー原因となっております。要するに、例えばユーザー ID に1とか2とか3とか、カラムの中に何かしら入んなきゃいけないんですけど、今の書き方だとヌルになってるのでダメですよっていうのが、今のエラー内容です。なので、ユーザー ID を今ログインしてる人のユーザー ID を多分これで取得できると思うので、ちょっとやってみますか。dd。はい。なんだって。ID だっけ？あうち。はい。取得できました。1って書いてあります。1って出てるんで、今ログインしてる人1人しかいないんで、ログインできる人1人しかいないので、1が取得できてるので OK だと思います。
これですね。この関数で、オウスっていうクラスに ID っていう関数を使うと。で、ユースオウスっていうのも書かないとダメだと思います。グローバルで定義されてれば使えると思います。そしたら、実行してみます。はい。トップページに行きました。トップページに行った理由としてはここにリターンリダイレクトでスラッシュに飛びますよっていう風に書かれてたので、飛んだと。そしたらデータ見てみますか。ポストテーブルにあと E というのが入ったということがわかります。OK ですね。そしたらもうちょっと入力してみましょう。はい。タイトル、内容、はい。OK ですね。このように2つデータが入ることができました。そしたら、ここまで完了ですね。そしたらトップページに投稿一覧というのを作っていきましょう。で、投稿一覧なんですけど、今トップページのルーティングが web.php のここに書かれてます。ホームコントローラーっていうのを作って、そこに表示するような感じにしてみましょうか。移動するだけですね。基本的に。PHP アーチザンメイクコントローラーで、ホームコントローラー。ホームコントローラーがここにできました。それを開いていただいて、で、今スラッシュってなってるところの中にあったこの部分を、はい。ホームコントローラーにはこのようにとりあえず書いておきます。で、1行増やしていただいてコントローラーをここに追加してください。ホームコントローラーが増えました。ホームコントローラークラス。で、インデックスという関数を使います。で、ネームはホームにしておきましょう。はい。今ここを追加しました。OK でしょうか。もしここ書き方わかんなかったら下からコピペして、get のやつコピペして、それぞれ該当するように移動してあげればいいかなと思います。ルーティング終わったら、ホームコントローラーに戻って、ポストの一覧を取得する書き方をやっていきます。ポストコントローラーに書いたようにモデルをユースしてください。ポストモデルをユースします。で、ポスツ、ゲットと一旦書いておいて、で、これでまず取得することができます。ポスツ。はい。このようにデータを取得することができます。はい。このように入ってますね。では、今だと、ID が1、2、3、4、5っていう順番になっちゃっているので、順番を変えます。order by ID デスクと書いてあげて、矢印で get をつないでいくという感じです。で、今0番目があと E の方だったんですけど、もう一回更新していただいて、0番目の方もう一回
表示してみると逆になってます。ID を元に項順っていうのが、このオーダーバイの書き方となっております。調べ方としては、ララベル、スペース、項順みたいに書いて調べていただくと、オーダーバイを使うんだよっていう記事がどっかしらで引っかかるんじゃないかなと思います。よく使うんで、ここら辺はそのうち覚えると思います。こういうよく使う関数に関しては覚えるんじゃないかなと思います。そしたら、オーダーバイできたので、次は、take っていうので、10件まで表示みたいなのを追記しておきたいんですけど、今10件ないんで、take 1にしたらどうなるかっていうのを一旦見せます。take 1にすると、アイテムズのところが1個になっているのがわかると思います。take を使って数を絞るということも可能です。そんな感じです。そしたら、ビューのところに、ここに、コンパクトで、ポス2と書いてください。で、コンパクトのポス2っていうのはどういうことかっていうと、これも DD で出力することができます。はい。ポス2っていう変数を、その中にアイテムズが入ってるっていう、ちょっとややこしいんですけど、こう書くのと一緒です。この各括弧で、こう書いてるのと一緒です。なので、これが基本形ってことですね。複数やりたい場合はこう、このように書きますが、コンパクトを使っていると、これで渡せるという感じです。なんでコンパクトがあるかっていうと、この書き方だとポス2にポス2なんですけど、しっかりコントローラーで変数作ったまま渡したいというパターンであれば、コンパクトを使えば、ちょっと文字数削れると。あと見やすくなりますかね。見やすくなると思います。なのでこうやって書いてるという感じです。はい、コントローラー自体は以上で動くと思います。そしたら、ビューがウェルカムのビューを使っているので、ビュー、ウェルカム。これを開いていただいて、とりあえず表示しますか？はい。このように、アットマーク for each、カッコでドルポスト as ポストで、下にアットマーク end for each と書いてください。で、div タグでも何でもいいんですけど、開業されるのがわかりやすいんで、一旦これ書きますね。で、ドルポスト矢印タイトル。そうすると、2つのタイトルが表示されました。はい。どうでしょうか。タイトルと内容。これ、クソ見づらいっすね。これが邪魔なんだ。いいっすね。
で、1行ここに開けます。開かなかった。失礼。はい。このように2つ表示することができました。注意点としては、ここで作った情報っていうのが、ポスツ、要するに複数なんですね。ララベルではこの形をコレクションなんて言うんですけど、体感としては配列に近いものと僕は体感で感じております。別に、なんか、配列とちょっと違う配列みたいな感覚なんですけど、はい。なので、複数あるんで、for each で、複数回回さなきゃいけない。for each っていうのは、その配列の数だけ処理を回すってやつなんですけど、で、1個ずつになったのがこれになります。で、その、コレクション、配列で情報を取得すると、よくあるのが、こういうミスがあります。複数形に対してカラムを表示しようみたいなことを書いちゃうパターン、ありよりのありだと思うんですけど、そうすると、こういったエラーが出てきます。コレクションインスタンスに対してタイトルってのはないですよっていう風に出てきてしまいます。要するに、ポスト一つ一つではなく、まだコレクションの状態でタイトルカラムを取ることはできないということですね。なので、for each を使って1個ずつにしてから、1個ずつにしてから、1個ずつになったものに対してタイトルやコンテンツを呼び出してあげるという感じでございます。そしたら、ここにユーザーの名前を追加したいと思います。で、ユーザーの名前っていうのは、ユーザーの名前を追加したいとなったときは、いろいろ方法はあると思いますが、ポストモデルに行っていただいて、パブリックファンクション、ユーザー、belongs to many かな belongs to かな belongs to こうかな。ちょっとこれで OK だったら解説を入れたい。で、今ユーザーっていうリレーションを書いたので with user って書いておきます。そしたらこの中にポストユーザーでユーザーズの中の名前の部分、ネームですね。ネームカラムを指定すると、さあどうなる？ユーザー名表示されました。OK ですね。やったこととしては、ポストモデルに
パブリックファンクションユーザーっていう関数を追加して、その中にリターン、ドル、ディス、矢印、belongs to でユーザークラスと書いた感じです。ユーザークラスっていうのは、これですね。user.php を指しております。ディレクトリの基準が、ここになってて、ユーザークラスと書けば、これを見てくれるっていう感じだと思います。で、もしディレクトリ分けてたんだったら、こういう風に書くと、モデル図の中にユーザーディレクトリ、ディレクトリって書けば、もしこの中でディレクトリ分けてたとしても使えると思います。こんな感じで、これがリレーションです。で、with を使って、ポストモデルに書いたユーザーという関数のリレーションを with 使って eager load。要するに事前に取得するっていう意味なんですけど、事前に取得しておいてここで表示するっていうのが今やったこととなります。これで一覧の表示自体は OK でしょうか？ OK ですかね。はい。そしたら最後、投稿の詳細ページ。詳細、今回入力してる情報こんだけなんで、何を詳細表示するのかっていうところは一旦さておいて、じゃあ先に、詳細ページ自体を作りたいと思います。で、詳細ページは、get のポスト ID にしようかな。で、ポストコントローラークラスのshowネームポストドットshowと書いて、大丈夫かな。間違ってたらエラー出るんで。で、パブリックファンクションで show と書いていただいて、ポスト ID。一旦ここで出力してみましょう。URL 叩いてポスト/1。これでいきますか。そしたら、って出力されたんで OK ですね。これ、しっかり、最初、慣れないときは、これ一回出力しといた方が良いと思います。ここの記述見すると、ここまでたどり着いてきてないのに、たどり着いてないのにコントローラーの記述合ってるかな、間違ってるかなって、いろいろ試行錯誤してて、結局別のところだったってなっちゃうんで、今回書いたの web.php とポストコントローラーなんですけど、一旦出力して、ここの関数までたどり着いたっていうところを確認してからやると、無駄な時間過ごさなくて済むんじゃないかなと思います。デバッグ自体はめんどくさいんですけど、そしたら、ドルポスト ID が取得できていることがわかります。これはパラメーターですね。ここが2になれば2が取得できるしっていうところ。パラメーターは、まずここにちゃんと書くっていうところと、web.php だとここの波括弧で挟んだ部分、波括弧で挟んでるところっていうのがパラメータになるっていう感じです。これはもう暗記でいいと思います。そしたら、表示をします。
ポスト with user さっきやったやつですね。で、find でポスト ID リターンビューポストリターンビューでポストのshow.play.php にしますか。こうかな。はい。そしたら、新しいファイル作って、失礼しました。resources, views, post のところに新しいファイルを作って、show.blade.php というファイルを作ります。で、ってやっといて、で、画面更新するとって出てくるんで、ここまでは OK ですね。で、ポストってやったらどうなるんだ？データが出てきました。そしたらあとは表示するだけという感じで HTML を適当に書いてください。で、今回は、さっきと違って、find って書いてあると思うんですけど、find は、このカッコの中に ID を入れてあげると、1個のデータが取得される。さっきはコレクションって言ったんですけど、今回は1個のもの、オブジェクトが取得されるので、このままドルポストタイトルでタイトルが取得できるはずです。はい、取得されました。OK ですね。違う、失礼。はい。このようにデータが取得されました。これが詳細ページですね。詳細ページの受け皿ができまし、表示するページができました。ただ今のところではこの URL を自分で手打ちしないと表示できないと思うので、リンクを貼って終わりにしたいと思います。先ほど一覧を表示したトップページに行っていただいて、タイトルをクリックしたら飛べるようにしたいと思います。はい。A タグを挟みます。そうすると、何も起きないですね。で、A タグを使って href というのを作って、例えばポスト1って試しにハードコーディングをしてみますか。そうすると、出た。OK ですね。なんか指マークになるようになったんでちょっと押してみます。飛びましたね。OK ですね。で、ポスト1に飛べました。ポスト1に飛んだのはここに書いたからですね。多分、もう一個の方を押してもポスト1になると思います。はい。そしたらここを動的に変えていくと。ここの ID を元に移動する。リンクを設定していきましょう。href の中のダブルコーテーションの中にダブルなみなみ書いて、ダブルなみなみでいいですかね。ポストドットショーで、ID ここがですね、結構最初慣れないとややこしいんですけど、まずこれだけ出力すると、ウェイ。ミッシングパラメータって書いてありますね。パラメータがうまく
失礼しました。ここポスト ID でした。ポスト ID。はい。これが取得されます。今取得されてるっていうか出力したの、ここの内容なんですけど、波括弧2つで変数挟むと、表示されるんですけど、ここが表示されてます。これの結果がこの URL になるんですけど、ルートっていう関数の第一引数、ポスト .show。ポスト .show はここに書いたものです。web.php のネームでポスト .show って書いたやつ。で、右側、各括弧で、このように書いてると思うんですけど、ポスト ID というパラメータのところには、ドルポスト矢印 ID。矢印 ID については、ポストテーブルのレコードの ID が、要するに1234って入ってくるんですけど、パラメータにはその変数が入りますよっていう風に書かれてて、今みたいに、ちゃんと ID が2のところにはこういう URL、ID が1の時にはこういう URL が入るっていう風になっています。はい。じゃあですね、タイトルをクリックしてちゃんと該当するところに飛ぶかっていうのを確認して終わりにしましょう。はい、OK そうですね。ということで、詳細ページに飛ぶところまでできたということで、CSS はやってませんが、ララベルでやること自体、データの入力と、投稿の機能の入門ということでやってみましたが、いかがだったでしょうか。次回はですね、この機能に、このページにカテゴリーを追加するっていうのをやってみたいと思っております。その次は、いいね機能とか、投稿に対していいねつけるとかやっていこうかなと思っております。なので、右下のチャンネル登録ボタンをちょっとポチッと押して応援していただけると助かるのと、はい。今結構物騒なので、若者の方にはぜひ選挙に行ってほしいなと個人的には思っておりますので、ぜひ、選挙に行ってほしいなっていう。選挙いいぞ。選挙いいぞ。基礎控除増えるぞ。基礎控除上がるぞ。選挙に行くと、さすがに税金高すぎるんじゃないかっていうところでですね、これ以上言うと、消されるかもしれないんでですね、はい。若者の皆さんの投票率が上がるように、実はそれが裏の目的なんですけど、ぜひお願いします。ということで、いかがだったでしょうか。感想、コメントでお待ちしておりますので、ぜひお気軽にコメントしていただけると助かります。何でも大丈夫ですので、お気軽にコメントをしてください。それでは、ありがとうございました。プログラミングのハウトゥー系の動画、日本だと全然少ないと感じる今日この頃。もっと充実してほしいなと思っている人は、ぜひ登録をお願いしますなのだ。